16戦15勝。これほどまでにサーキットを支配したマシンは存在しない。マクラーレン LP44。それは一つの時代の到達点であり、世界の頂点へと駆け上がるための翼なのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、マクラーレン MP44 を製作しますよ。当時模型店の棚でひときわまばゆい光を放った名キット。バブルの熱気に浮かれる日本。この世界最高峰のテクノロジーをわずか2200円で手に収めることができた時代。箱を開ければそこには繊細な銀細工のように美しい純白のカウル。しかしその横に眠るのは、かつてサフを吹いた状態で放置され、夢半ばで私の元に転がり込んできたお手つきのランナーたち。タイヤは時の流れには逆らえず白い粉を吹いております。純正デカールと車外デカールが付属していました。使えるかどうかは運次第。後で日光漂白してみましょう。説明書を開けばそこには往年のタミヤ様ならではのシンプルで見やすい構成。この紙の媒体にはあの熱狂の時代へと続く黄昏の記憶が記されています。それでは1988年まで時計の針を戻してみましょう。あの泥臭い時代から制作スタートでございます。なんて艶やかで美しいパーツ群。夏の蒸した夜にはもったいないほどの冷気を感じます。ランナーから切り離された後の静寂。しかしそれもつかの間、冷酷な拷問へと変貌を遂げます。手にするのは、しらばっくれたら口を割るような拷問器具。繊細なカウルの上に、薄く、どこまでも薄く刻み込んでいく。わずかな手元の狂いがすべてを台無しにする極限の緊張感。好戦的なマゾヒズム。なんと甘美な響きでございましょうか。後ろから鳴り響く轟音は風呂上がり4目のドライヤーでございます。その4目が買ってきてくれたのは懐かしいビックリマンチョコ。あの頃の子供たちの小遣い基準で購入できた30円からすれば、現在の100円という値段はあまりにも道理から外れた拷問。しかしブラックゼウス、懐かしすぎて草。ボディカウルを洗浄した後には裏打ちへの下準備。こんな面倒な作業誰もやりたがらないです。ですが私はプライムビデオと YouTube を同時視聴しながら作業できるスキルがございます。裏打ちにはタミヤ様のフラットブラック。最近は品薄状態が多いので陰謀が渦巻いている気がします。サフだけが虚しく吹きつけられたお手つきの写真。常識的なモデラーなら眉を潜めて通り過ぎる物件。ですが私みたいな拷問をなりわいにする歪んだ心の人間にとっては、これこそが極上のごちそう。前の持ち主が挫折し、諦めて、手放したその瞬間。このマシンの運命は私の指先に委ねられるのでございます。それではたまには早めに就寝いたしましょう。おやすみなさいませ。ケーキのような肉体労働を終えて、ハンブオンとスリックストリームを極限まで駆使し、
なんとかギリギリ間に合った全日本ラリーの開幕セレモニー。間近で砲口を上げる本物の戦闘機たちは恐ろしくかっこよいです。中でもシュコダのファビア、あまりの麗しさに鼻血を吹き出してその場にもたれ死ぬかと思いました。楽しい時間はあっという間。さっさと家に帰って貫徹でプラモして仕事に行きましょう。タミヤ様のフラットブラックとラピッドシンナーを調合するご法度技。これでもかというほどにカッサカサでございます。裏打ちの飛び散った塗料を拭き取ります。こんなお掃除作業するなら最初からマスキングすればよいのではないかと思いでしょうが、ただ単にひたすら面倒なのでございます。続きましてはボディ塗装の下準備。先ほどの裏打ちフラットブラックを保護するための作業です。見えなくなる箇所はこの通り適当だったりします。ロールフープは合わせ目消しが必要。未来の技術で時間短縮でございます。もう何十本買ったかわからないほどお世話になっているアルティメットホワイト。20年近く乗り倒したスーパーカブ90に変わりまして、160cc という超絶中途半端な排気量のスクーターを買いました。しかも欲しい色が正規販売ではなかったので並行輸入版を買う始末。ほんとバイク乗りってくだらねえこだわりが面倒ですよね。鳴らし運転を兼ねて田舎から田舎へとツーリング。スクーターなんてスーパーカブと大して変わんねえだろと思っていましたが、文明レベルが違いました。屋根のないソファーみたいに快適でございました。あれは近鉄電車の島風ですね。1日に1往復しかない特別列車とのこと。どこに連れて行ってくれるのか知りませんが乗ってみたいですね。スクーターにもピースサインを送ってくれてありがとうございます。基本色のアルティメットホワイトも拭き終えて余裕だぜと思っていたら気がついたんですよね。サイドポンツーンのダクトが凄まじく複雑な形状なので合わせ目消しが必要なんですよね。そもそもこういうのって仮組の時点で気づけよと思いでしょうが、そもそも私は仮組なんてしないので致し方ないこと。鬱陶しいですが今から合わせ目消しをする始末。たく面倒くせえ。それもこれも全部タミヤ様のせいでございます。静寂の中で極小のパーツたちとの真剣勝負が始まります。ただひたすらにちまちまとした面倒で眠気を誘う作業の連続。普通の人々ならあまりの退屈さに発狂して投げ出すかもしれません。これをしれっとこなせてしまうのが泥沼に片足を突っ込んだモデラーのなりわい。どうしようもない性癖で周囲は呆れるばかりのドーナツ化現象。ふつつかな拷問ではございますが、
この微細な銀細工のような塊が、やがて怪物の心臓へと化けるその時まで、私は喜んでこの孤独な夜に命を燃やし続けるのでございます。これ固めてから知ったのですが、左側のカバーは合わせ目消ししないのが正解らしいです。いや、マジでなんやねん。ちょっとテンション下がるわ。こうなりゃ知ったこっちゃね。全部きれいに消し去って差し上げます。今季最高のお買い物間違いなしの電動工具。凄まじい時短にアマプラを見るいとまもございません。今回の合わせ目消しは本当に下手をこいてしまいまして、小指一本くらいじゃ済まないほどに巣穴が多す。使わないけど持ってはいるパテを使ってみます。いや、ほんとマジで使い方あんまりよく知らないんですよね。いつも思うのですがなぜボディとパテやマスキングが同色になりがちなんでしょうね。そしてこの時点ですでに巣穴があるんですけど。知ったこっちゃね。すべて削り取ったら。予想に反して案外うまくいった気がします。一応こんなのも持っています。フィニッシングサーフェイサー。3年ほど前に買った骨董品。思いっきり巣穴が残っておりましたので接着剤流し込んでみます。仮組みしなかったからの3度手間。これで2日ほど無駄にしました。これもすべてタミヤ様のせいですね。接着剤が透けて見えていますがようやくツルツルになってくれました。全く遠回りしたものでございます。トンネルを抜けるとそこには何の変哲もない田舎道。ここまで田舎になると走り続けていたら寒くなってくるんですよ。田舎ブーストがかかっているのかすれ違うライダーからのピースサイン率がほぼ 100% です。正面に見えますマッターホルンのような山は鎧岳。894メーターの鋭利な姿に嫌でも見とれてしまいます。昔に登頂したことがございますが登るよりも下から眺めるための山。急斜面の割には展望は悪いのでただただしんどい登山でした。奈良県宇田郡の曽爾高原に到着しました。私も15年ぶりくらいでしょうか。平日なのに案外バイクも多いですね。女性元ブロガーらしき方が自撮りしていました。純正でカールをコピーして丸ゴロカラーのマスキングを施工します。本来ボディカウルには塗装用のラインがあるのですが、アルティメットホワイトを一撃吹いただけで消え去ってしまいました。今からカモデルを始める人がこんなものを見たら嫌になってしまうかもですが、そもそも骨董品のキットをこのご時世にわざわざ手を出す狂ったモデラー以外は、同封されているまともな純正デカールで綺麗に仕上がるのでご心配なく。私はこの作業が案外好きなんですよね。なんたってフォーミュラキットには窓枠塗装がないのが本当に素敵。難しく考えないでさっとラインを引いてしまいます。ミスってもシャーペンなので消しゴムで消せますのでご心配なく。塗り分けラインが決まればマスキングを進めます。タミヤ様の曲線用マスキング。ラインのギリギリを狙ってよれないように貼ります。
テープ自体が分厚いので入り組んだ箇所は苦手なのですがなんとか貼り切ることができました。プラモで使う消しゴムは角が重要。少しでも丸くなったらカットして新たな角を生み出してください。マスキングが完了しました。厄介な作業に見えるかもですが、デカールを貼るよりも時間的には短いと思います。今回は忘れずにウィングなどの小物も用意完了。丸ゴロカラーを染めるのはバルケッタ製のフォーミュラレット。蛍光塗料は滲みやすく扱いが難しいのですが、この塗料はそのあたりの懸念事項を払拭している素晴らしい一品。しかし残念ながらここ数年は再生産していないようでずっと品切れ中のようです。私もこの一本を使い果たしたらどうするか考えないとですね。こんなに穏やかなお天気のソニ高原は初めて。秋にはススキで覆われて風になびく光景は黄金色に輝く海のようです。せっかく来たので途中まで登ってみましょうか。あたりに響くカエルの合唱はまるで私の生きた偉大な登山を嘲笑うかのよう。上空には旋回する猛禽類。私が力尽きて膝をついた途端に狩ってやろうという魂胆が見え見えです。マクラーレンといえばやはりこのカラーリング。マスキングを慎重に剥がす作業は、皮膚を一枚ずつ剥がしていくような甘美で極悪な拷問。こうやって見ると成功したように見えますが、3箇所もやらかしてしまいました。わずかな隙間が毛細管現象で被害拡大したようですね。4000番のヤスリで慎重に削り取ろうと思います。際どい箇所はマスキングで簡易保護してから磨きます。どうしてもヤスリが入らないときはデザインナイフの先でカリカリ。最後に塗り分けの境界線はマスキング分の段差ができるので軽くならせば完璧でございます。それなりにミスはありますが動画では目立たないくらいにごまかせました。4K 動画ならそんなミスはもろバレなので今後も HD 画質の動画で編集いたします。シャシーの遮熱板の表現も慣れたものです。全体を大きくマスキングするときは Amazon の緩衝材によくある紙がおすすめ。およそ40年に及ぶ時の流れを耐え抜いた純正デカール。前オーナー様の保管が優れていたことに感謝いたします。しかしほんのりと退色と黄ばみが見て取れる状態。日光漂白の件に処して差し上げます。デカールをブリーザーバッグ等に入れて窓に貼り付けるだけ。あなたはここで2日ほど苛烈な紫外線地獄に耐え抜いていただきます。今回のキット、
タミヤ様の名作に間違いないのですが、アッパーアームの取り付け部分を塞ぐようにバリが残っていたり、サイドポンツーンダクトの分せ目の隙間がやけに広かったり、ロールフープを通すカウルの穴が塞がっていたりと、少々雑な箇所もございます。しかし空前の F1 ブームで飛ぶように生産しまくった金型にもかなりの疲労があるのかもしれませんね。ブレーキシステムは4人ともにダブルキャリパー。ABS なし、ブレーキサーボなしの完全人力。それでも当時の最先端。2機の IHI 製ターボチャージャーを搭載したツインターボエンジン。驚くべきはその排気量。わずか 1494cc。現代のファミリーカーと変わらないほどの小さな容積から700馬力を超える狂気じみたパワーを絞り出します。超高圧にさらされながら決して壊れない堅牢な信頼性。こんな小さな金属の塊に命を懸けて時速300キロの世界へ飛び込んでいく。少しの残業や模型のパーツをなくした程度で、すぐに精神が崩壊してしまう私とは出来が違いすぎますね。猛烈な速さで流れる雲が、草原の山肌に巨大な影を落としては次々と駆け抜けて行きます。カメラの目前に不時着するように飛び込んできた虫さん。吹き荒れる上空からたまらず落ちてきたのでしょうか。いやしかしこんなに体力が落ちているとは、登山やクライミングを趣味にしていた頃にはこんなハイキングコースで値を上げなかったのに、ちょっとお菓子の食べ過ぎかもしれませんね。これを機にお菓子を断とうと誓います。フォーミュラキットを組み立てる際に必須なのがゴーヤスリ。ナックルアーム等の取り付け穴を拡張するのに便利です。特に古いキットで無理にはめ込むと糸も簡単に破損してしまいます。エンジンヘッドはエナメル拭き取りを行います。モデラー以外の人類から見れば、一体何が楽しいんだと正気を疑われる究極のちまちま作業。この変態的な作業が成功した時の脳汁が溢れ出る感覚。いつまでもプラモという名の底なし沼から抜け出せなくなるのでございます。カウルの下をぐるっと一周するように黒のラインを塗装しろとの指示。タミヤ様の純正でカールにもなかったので本当に塗装するしかないみたいですね。リアのアームをまたぐパネルにもラインが続くので本当に迷惑。曲線用マスキングが大活躍ですね。ちなみに今から塗装するラインはセミグロスブラックなのでクリアと相互に塗るのが正解なのですが、そんなもんどうでもいいということで先に塗って時短でございます。袋から引きずり出したのは40年近くの歳月を生き抜いてきた化石のようなタイヤ。経年劣化で白い粉を吹き散らかしているその姿は、まるで現場作業で苛烈な環境にさらされている私のカサカサ肌のようです。さらに自己主張の激しいバリ。これを徹底的に削り倒し本物のスリックタイヤのように見違えるほど滑らかにしてやりました。もはや機能しているのかすら怪しいこのタイヤマーク。水に入れた瞬間私のこれまでの苦労を嘲笑うかのように粉々に分解する様子が想像できます。
長年のお勤めご苦労様です。いやマジで足がきつい。やけにしんどく感じるのはお菓子の食べ過ぎで間違いないですね。曽爾高原の展望台に到着。晴れ渡る空とは裏腹に実際は体が浮き上がりそうなほどのものすごい暴風。この過酷で美しい風景。次に見るのは年を重ねて衰え果てた頃でしょうか。帰路に着く時に私は決心するのです。今後は一切のお菓子を断つのだと。1988年の世界を完全に服従させたマクラーレン。セナとプロストという二人の天才を擁し、サーキットを支配した黄金期。鮮烈な赤と白のカラーリングは絶対王者の象徴そのものでした。しかし光が強ければ強いほどその影は深く濃くなってゆきます。誰も追いつけない頂点に君臨しながらも、数年後に訪れる終わりへのカウントダウンがすでに静かに刻まれていました。激化する内紛、レギュレーションの変革、そして最強の心臓との別れ。映画の極みの中で斜陽の季節はすぐそこまで忍び寄っていたのです。作業台の上に蘇ったこの小さな姿は、最も輝かしかった一瞬の記憶と、やがて訪れる崩壊の予感を静かに内包しているのでございます。とろけそうなほど熱いツーリングから帰宅。やけどしそうなアスファルトで焼かれていた子亀を救出。うっかり水辺から迷子になって道路で身動きが取れなくなったのでしょう。水を張ってしばらく放置していたら元気になっていました。炎天下が続きますが末永く生き抜いてください。立ち去る愛らしい後ろ姿を見ていると明日からの仕事も頑張ろうという気になるわけないですよね。こんなクソ暑い季節なのに劣化した純正デカール対策にカップウォーマーを用意。日光漂白がうまくいったのでかなり黄ばみを抜くことができました。そして純正デカールが思いのほか状態が良かったこと。水につけてもゴロゴロになることもなく。若干粘着力は落ちている気がしますがボディへの追従性も悪くありませんでした。おそらく初版ではなく再販キットだとは思いますが、長年にわたり品質を維持してくださった全オーナー様に感謝でございます。ここにアイルトン・セナの名。指先に乗るほどに小さなデカールですが、そこに宿る存在感はひときわ異彩を放っています。ただ早く、誰よりも気高くあろうとした彼の黄金期の凄みと、見るものすべてをひれ伏させる圧倒的なカリスマ性。その後に待ち受けるあまりにも劇的で残酷な運命を、歴史の行く末を私たちはすでに知っています。だからこそコクピットの脇に刻まれる彼の名前は、永遠に色あせることのない光となって、私たちの胸を激しく揺さぶるのでございます。緻密に組み上げられたメカニズム。カウルの奥底に収まるホンダの心臓。欧州の名門たちが築いた牙城に、東洋から挑んだ技術者たちの執念の結晶です。世界中がその圧倒的なパワーに熱狂し、夢を重ね合わせた奇跡のような黄金期でした。レギュレーションの壁に阻まれ、この方向がやがてかき消されていく未来。私たちは目を閉じて見守ることしかできません。時刻は日付をまたごうとしている頃、ほんの少し緊張の糸が緩むと急にお腹が空いてきたご様子。ちょっとあなた、昼間にお菓子渡つとか小賢しいこと口走ってませんでしたっけ？しかも気が狂ったような物量で攻めてくるではありませんか。現代にうまい棒をまじまじと見せつけてくる動画に何の意味があるのか。さあ、さっさと食べて続きをお急ぎください。ゆらゆらと、キラキラと、このエンブレムを見つめる数億の瞳。
途方もないカリスマに酔いしれるのでございます。フォーミュラキットの難関として知られるのがリアウィングのデカール。細長い翼にバランスよく張るにはちょっとした工夫が必要です。あえて4分割にしてみる自由な発想。白がってしまえば何をしたって構わないのでございます。デカールこそレーシングキットの醍醐味。さあ、そろそろ出勤の用意をしましょうか。ちょっとマジでやめとけ。出勤前の朝食にそれはないでしょう。何気に良い音するのが余計にイラつきます。仕事から帰宅して早々に面倒くさい工程に着手します。ウィンドスクリーンの壁を黒く塗れとの指示。しかもまたしてもモデラーにその工程を丸投げするタミヤ様。さてどうやって攻略しましょうか。スクリーンにマスキングを貼って裏から適当にラインを探るという荒技。私に自茶がどうとかという理論は通用しないのでございます。自分の作りたいように作って、このマシンは私の世界線。デカールを炎天下にさらして強制乾燥。翌日にはクリア塗装をすると観光時みたいなもの。クリアはガヤノーツ様が世に送り出した信頼の EX クリア。外気温35度の熱波は高性能な乾燥ブースみたいなものです。丸一日でその塗膜は宝石のように硬質と化します。ついでに埃も閉じ込めて私の血管をキキキキしてございます。中研ぎもしない一撃必殺のクリア塗装でしたので塗面は最悪。カーモデルの工程で特に自己陶水に浸る研ぎ出しに進みます。4000番からスタートして雑な塗面を平坦に鳴らします。最初はガリガリ。ほどなくしてカリカリ。荒れた塗面が落ち着いてくるとシャカシャカと優しい音に変化します。4000番が仕上げる世界は艶を許さないしっとりとした姿。この作業を1万番まで繰り返します。途方もない時間に感じるかもしれませんがちょっと徹夜すれば翌朝には仕上がっています。ぷはー。研ぎ出しの1万番まで終えても間髪入れずセラミックコンパウンドで研磨します。ここまで来るとやった本人しか違いがわからない世界。やっても疲れるだけ。やらなきゃ後悔するだけ。どちらにせよこんな作業にメリットはほとんどないのでございます。待て待て。もうやめとけ。寿命削ってますがな。最終研磨を終えたカウル。
平滑を極めた鮮烈な赤と白の境界線。かつて世界を震撼させた歴史の残像。ただひたすらに美しいのでございます。懸念事項だったウィンドスクリーンも綺麗に仕上がりましたね。この通りスクリーン越しに赤が見えてしまうので黒く塗りましょう。見えてしまう箇所だけ筆で塗り塗り。にゃんだこの短足は、黒豆みたいな肉球しやがって。冷蔵庫の上から人間を観察する黒猫。そのだらけた姿なんとかならんの。やけに胴が伸びてませんか。雄たけびを上げる娘を監視している模様。数千年生きたあなたでも娘への気候は物珍しいのでしょうか。猫の手って不思議ですよね。こんなにふにゃふにゃなのにお腹に乗ってきた時はやけに圧を感じるんですよね。まったくだらけやがって馬やらしい。緊急事態が発生しました。エンジンの上部にはめるパーツが行方不明です。箱を何度も確認しても見つからない。機能はちゃんと存在していたのは間違いないのですが、机の上も片付けて探しまくっても見当たらず、だんだんイライラしてきました。最近は毎回一度はパーツを紛失騒ぎ起こしているんですよね。箱の中をもう一度確認したら、おい、お前そこにおったんかい。箱の中何度も何度も探したのにお前おらんかったやんけ。これは見えない誰かがすっといたずらしたとしか思えません。私の得意技は多席でございます。鮮烈なカウルの下に潜む硬質なモノコク。完成すれば見えなくなってしまうその内側の造形すらタミヤ様は見事に再現しています。この武骨で荒々しい姿。なんとも言えぬ野蛮な美しさに魅了されます。指先からこぼれ落ちるように過ぎていった濃密な構築の時間。一つ、また一つと、散らばっていた記憶の断片が確かな形へと収束していきます。私たちは知っています。このマシンが駆け抜けた光り輝く時代の眩しさを、そしてその後に待ち受けていたあまりにも切ない時代の足音を、
歴史の濁流に飲まれ、やがて過去の遺物となっていった伝説の残像。けれどこうして今、デスクの上に姿を現した小さな世界には、あの夏の日の熱狂も、エンジンの方向も、何一つ色あせることなくただ純粋な美しさとして息づいています。形あるものはいつか崩れ、最強の名すらも移り変わりゆき、あなたが手繰り寄せた輝きは、消えることのない永遠の灯火となってここに留まり続けます。かつて世界を狂わせた赤と白の孤高の存在。すべてのパーツが深く静かに噛み合い、終わりなき女子誌がここに一つの結末を迎えるのでございます。マクラーレンホンダ MP44 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。